準備完了。いざ降臨。いつでも出撃可能。ジャトヤにかかれば万事解決。朱煙よ、我らの推測に照らせば犯人はすでに証拠品を持ち出しておるはず。いかにして奪還すべきか良い考えはあるか？はい先輩、思ったんですが、犯人が治安局に異変を悟られないよう輸送車の伝送系を破壊していないとしたら、ドライブレコーダーも生きている可能性が。車両が一時停止していた具体的な場所を割り出せます。証拠品は決して小さくはありません。犯人も素早く移動することはできないでしょうし、その過程で痕跡も残しているはずです。これらが行方を探す手がかりになるかと。理にかなっておる。まずは輸送車を見つけ、我らの推測が正しかったかどうかを確かめねばな。輸送車の信号を我はモニタリングできる。いざ行かん。お兄ちゃん、朱煙さんとチーンは先に自動輸送車を探しに行くみたい。フェアリー、輸送車の位置はわかるかい？皇帝、治安局自動輸送車の正確な位置を測定中。フェアリー、2人が最速で輸送車の近くまで行けるよう私たちでサポートするよ。ルート設計は任せたからね。自動輸送車の GPS 信号はそこであるな。ここの移動装置は使えないみたいです。向きを変えてみるとしよう。これは重い。お兄ちゃん、朱煙さんたち立ち往生しちゃってる。マスター、付近の団体射出装置は方向を調整できます。よーし、みんなのために近道を開くよ。ここのスイッチは全部何度でも操作できるからね。向きをよーく考えて。装置が勝手に動いた。装置が使えるようになりましたよ。出発するぞ。どうも妙だな。お兄ちゃん、私たちもついていこう。マスター、自動輸送車へ向かうルート上に高エーテル活性反応です。俺に任せろ。よくやったわビリー。見せてあげるよ。自動輸送車は近い。先輩、すぐに向かいましょう。ようやく見つけました。これが自動輸送車です。先輩、すぐに車両の状況を確認しましょう。外観は異常なし。何かが破壊された痕跡もドアを開けた形跡も全くない。中を調べねばならぬようだ。証拠品の保全が目的とはいえ、勝手にそんなことしたら始末書と言及は免れませんよ。でも今は考えないようにしましょう。先輩、車のロックを開けるのを手伝ってください。
証拠品の入ってる箱ちゃんとありますね。シールで封もしてありますし。シュエン、ファイルにあった証拠品の写真と比較を行った。シールの角度が3度ずれている。箱の中にあるエーテル物質の気配も広場で感じたものとは異質であるぞ。やっぱり犯人はすでに証拠品を持ち去っていましたか。そうではないと見せかけるためにわざわざこんなものまで用意して盗むだけではなくハンドの目も欺こうとしていたみたいですね。あの怪物にはどうやら人に知られてはならぬ秘密があるようだ。シュエン、用心せい。避けられた。バカ言ってんじゃねえ。相手は捜査課の連中だぞ。そう簡単にやれるか。半日もここで辛抱してたってのに、もうちょい慎重にやれただろうが。そう焦んなよ。情報じゃ奴らは2人だけだ。奇襲は失敗したが、俺たち兄弟なら余裕で片付けられるさ。さっさとやっちまうぞ。治安官がフォローで行方不明になるなんてよくある話だからな。やっちまえ。止まりなさい。公務を妨害するとどうなるか。問答は無用。こやつらは皆筋金入りの命知らず。我らを生かして返す気など毛頭ないと見える。一掃するぜ。一網打尽にするぞ。来たぜ。シュエン、スタンバイ。止まりな。サプレッサー K22 全弾発射。こやつら思ったより難敵だぞ。先ほどの言い方からすると我らが来ると知っていて車両の近くで待ち伏せておったようだ。一体どういうことなんでしょう。まさか私たちが証拠品を探しに来るという情報まで漏れていたと。おい、あの2人は片付いたのか。うわ、向こうにいるぞ。シュエン、奴らの仲間が追ってきよった。急ぐぞ。警告。治安官の付近に複数の生体反応。急速に接近中。治安官2名に直ちに向きを変えるよう勧告してください。このままでは武装した大勢と鉢合わせることになります。お兄ちゃん聞こえた？シュエンさんたちの進行方向に敵が大勢待ち構えてる。フェアリー、どうにかして敵を遠ざけられないか。マスター、残念なお知らせです。該当エリアにはアクセス可能な電子機器および操作可能な装置がありません。お兄ちゃん、それはちょっと間に合わないかも。地図を見る感じ、シュエンさんたちはもう行き止まりに追い込まれてる。先輩、気をつけてください。ここにも待ち伏せが。捕まえろ。どかぬか。囲まれた。気をつけい。包囲されておる。落ち着いて対応しよう。敵の攻撃が激しい。私たちを制圧するために一体どれだけの人数を。ビリー、シュエン、スタンバイ。止まれ。敵個体フォロー嵐札付き虐待狂を検知。違法のハンドメイド銃を所持。慎重に対応してください。
簡単には振り切れないようです。応戦しないと。ですがこのままだと代役のまずいよ、2人とも建物の中に閉じ込められちゃった。リン、まずは落ち着こう。確かにシュエンさんたちは包囲されている。けれど2人のいる場所なら敵もすぐには手を出せない。近くに何か使えそうなものはないか、今のうちに確認しよマスター、目標治安官の所在エリアから不安定な空間の裂け目が複数検出されました。一般的なキャロットのデータには表記すらされないものです。この裂け目を利用できれば目標の2人を現在地から離脱させられます。お兄ちゃん、フェアリーが空間の裂け目を見つけたよ。問題はどうやってそこまでのルートを2人に伝えるかだけど。助手2号、フォロー環境であれば私はチンイー治安官の持つ無線へ安全にアクセス可能です。待ってよ、チーンの無線になんてかけたら私たちのことがバレちゃうでしょ。う。プロ騎士がいるという事実が露見するだけならリスクとしては許容範囲内のはずだ。今はとにかく2人を救うことの方が大事だろう。確認。マスターの当面の目標は治安官2名を現在のエリアから離脱させることですか？それともこの苦境から救出することですか？フェアリー、それってどう違うの？して遠隔通信状況下において治安官2名を現在のエリアから離脱させられる確率は 87.1% です。ですがヒガの戦力差が極めて大きいため目標の周辺環境をリアルタイムに把握できない遠隔通信では失敗のリスクが急速に高まることがあり得ます。つまりシュエンさんとチーンの安全を確保したいならお兄ちゃんがプロ騎士として同行するしかないってこと？肯定ですがマスターを治安官の面前に立たせることは比較的大きな安全上のリスクをはらんでいます。もうほんとめんどくさいんだから。シュエンさんとチーンが治安官じゃなかったら何にも迷うことないのに。リン、チンイーが言ってた言葉を覚えてるかい？義を見てせざるは言うなきなり。シュエンさんとチンイーはいい人だ。僕たちが将来背負うかもしれないリスクなんかより今手をこまねいていたせいで生涯悔やみ続けることになる方を僕は恐れる。お兄ちゃん、それにいい方向に考えてみよう。みんなで協力できればピンチを乗り越えられるだけじゃなく盗まれた証拠品も取り返せるかもしれない。肯定。マスターの考えは合理的です。それもそうだね。なら早速2人を助けに行こいかん。行くも戻るも敵が完全に塞いでおるぞ。どうにかして注意をそらさぬ限り活路を見出すことはできぬな。主演よ、この窮地を脱する策が浮かばぬ場合は我が敵を引きつける。主はその隙にここを脱し生き延びよ。先輩、何バカなこと言ってるんですか？フォローに調査に入ることを頑として譲らなかったのは我だ。我が思いとどまっていれば主までも危険にさらすことはなかった。それに我は人の身にあらずボディを失うことは大した問題ではない。だが主は違うであろう。待ってください先輩。私はあなたの上官ですよ。今日のことで席を追うべき者がいるとすればそれは私です。あなたの身体機能は私より優れています。一人だけ逃がすとしたらより生還する確率の高いあなたであるべきです。主演よ、今は言い争っている場合では。その通りだ。口論はやめよう、2人とも。何やつ？無線から声が。
私たちの暗号化周波数を解読した。一体どうやって。どっちをおとりにするかなんてそんな議論している場合じゃない。2人揃ってここを切り抜ける方法知りたくないかい？主は何者だ？どうして我らが主の言うことを信じられると？信じる根拠になるようなものは出せないけれど、僕はプロ騎士だ。本来なら君たちの前に現れるべきではなかった。プロ騎士である以前に僕は良識ある人間だ。君たちを見殺しにはできないというだけのことさ。プロ騎士？よかろう。主の見立てではいかにすべきであると？僕が逃げるチャンスを作る。さて指示を出すよ。ですがまだ敵が。任せてくれ。今だ、急げ。次はどうすれば？裂け目に向かって直進だ。裂け目？ついてきよるぞ。前方裂け目がもう一つ。どこまでも追ってくる。これじゃ拉致が開かない。打開策ならある。リスクは伴うけど2人ならいける。義士よ、いるのであろう。姿を見せぬか。2人ともようやく会えたね。主は白義重工のボンプではないか。いや、波のボンプに主ほどの知能は持たせられぬ。ましてや我らの無線に介入する能力などもってのほか。主、一体何者だ？先輩、聞いたことがありませんか？インターネット上にかつていたという伝説的なプロ騎士。自らフォローに入って先導するのではなく、フォロー内外をリアルタイム通信で結ぶことによってそれを可能にしたという。パエトーンか。その通り、僕がパエトーンだ。なれば我らが白義重工の通報を受けた時、主は陰で全てを見ていたのだな。そうだ。あの日僕はフォローで白義重工がなくしたものを探すのを手伝っていた。でもその奥で思いがけずあの怪物に出くわしたんだ。君たちと同じように僕もあの怪物には裏があると思った。あれの背後に隠された陰謀と僕がずっと追いかけていることが関係している可能性があるんだ。つまり私たちを助けたのは、証拠品が無事半度にわたり怪物の真相が明らかにされることをあなたに期待しているからと。そういうことなんですね。そういうことだ。証拠品を取り返したいなら今からでもまだ遅くはない。治安官養成マニュアル173ページ。緊急事態発生時、治安官は市民を身元調査なしで協力者に任命できる。先輩、それは。僕たちの目的は同じだ。力を合わせれば必ず証拠品を奪還できる。わかりました。確かに今はあれこれ質問している場合じゃないですから。パイトーン、正式に私たちへの協力をお願いします。でもあなたも見た通り、
敵は明らかに万全の態勢で襲ってきています。今の戦力で彼らと正面からぶつかるのは無謀です。心配いらない。僕に任せてくれ。戦力で負けているならフォローの特性を生かして渡り合おう。僕はそういうことが得意なんだ。自動輸送車の停車地点付近です。周囲の環境データをロード開始。マスター、前方に廃棄されたツールボックスがあります。この事件に関連する手がかりと推測、気にかけておきましょう。さて、治安官の本領発揮といこうぞ。思考空間を構築して手がかりをつなぎ、事件を解き明かす。これを使い我の思考空間にアクセスする。モニターデバイスで思考空間を視覚化しました。集めた手がかりは記憶エリアに入れられる。隣接する手がかりを埋めれば問題も浮かび上がろうぞ。今はまだ手がかりが足りぬ。戻ってよく探すとしよう。マスター、ここの地面には人為的に隠された足跡があります。手がかりは思考空間に収納されます。マスター、現在地付近の電子機器にそれぞれ程度の異なるトラブル及び破損が検出されました。手がかりは思考空間に収納されます。マスター、前方にボンプが1匹倒れています。手がかりは思考空間に収納されます。マスター、現場横に小型フォークリフトが止まっています。事件の手がかりである可能性があります。
解析しています。少々お待ちください。解析が完了しました。保存した録音を再生します。頑丈なボディの車にしろってボスから言われたろ。なんで吹きさらしのフォークリフトが出てくるんだよ、このタイゴ。走れればそれでいいじゃないか。フォローで今日は風が騒がしいなとかにあるのか。まあいい、さっさと運転しろ。あと少しで自動輸送車が来る。デカ頭のキャロットデータをチェックしておくか。思考空間に新たな謎が現れました。集めた2つの手がかりから1つの問題が導かれました。マスター、回答してみますか？空から？そんな映画じゃないんですから。泳いで？さすがに飛躍しすぎなのでは？確かに残されていた痕跡から見て、犯人たちはフォークリフトで現場に来た可能性が高いでしょう。全ての問題に回答できれば真相はおのずと明らかになろう。マスター、シュエン治安官の顔面の筋肉がわずかに痙攣しているようです。否定。近くに使用可能な空間の裂け目はありません。肯定。犯人たちは徒歩で現場を離れた可能性が高いでしょう。ボンプには違法改造された痕跡がある。着ている服にも何か書いてあるが、これも録音で示唆されておるようだ。もう一度考え直すがよい。ハエトーン流のユーモアと受け取ってよいのであろうか。それぞれの手がかりを踏まえると、この推理は筋が通っておる。重要な問題が浮かび上がりました。犯人たちのボンプは壊れていました。脱出しようにも道がわからないのではないでしょうか。犯人たちは証拠品を運んでいるわけですから、そこまで遠くには行けないような気もします。はい。犯人たちは証拠品を運んでいるばかりか、キャロットもありません。近くに隠れて仲間を待とうとするのは理にかなっています。マスター、事件の手がかりが全てつながりました。これよ。マスター、事件再現中も現実の捜査に役立つ重要なピースが見つかる場合があります。注意してご覧ください。
ちは何やら小さな扉の前でひそひそ話をしています。いいよ、この扉はパスワードでロックできるぞ。これで追跡される心配はねえ。なるほど。じゃあ1234よ。なんだその数みてえなパスワードは。貸せ。54321。マスター、現実世界へ調査に戻ることが可能です。犯人たちがどこから立ち去ったかもう分かっています。さあ早く行ってみましょう。マスター、ここに隠し出口を発見しました。見てください、あそこに空間の裂け目が。でもこのエリアどうやって通過すればいいんでしょう。マスター、侵食されたカメラを発見しました。一部データを読み取り可能です。元に戻っちまった。ここはこうやって行くんだ。アホ、ついてこい。犯人たちの通行ルートを記録しました。現実世界に戻りましたらリアルタイムでガイドします。犯人たちの通行ルートをマークしました。大助かりだよフェアリー。よし、ルートに沿って進もう。前方に放棄された建物がいくつかあります。マスター、侵食されたカメラを発見しました。一部データを読み取り可能です。辺りの壁は隙間だらけ。場所を把握すれば通り抜けられよう。再生終了。
か？治安局です。全員手を上に上げなさい。了解。承知しました。セーフティー解除。飽和攻撃。配置なさい。よっ。やばい、治安官だ。こいつらなんだってここに。徐に乗じて不意をつく。彼らを倒して証拠品を取り返そう。10倍返しよ。チャンス。一掃するぜ。息も大事にす抵るぞ。抗は無駄よ。あなたたちは囲まれている。先輩、敵が持っていたこの箱ですが、中は全てエーテル物質です。本物の証拠品かどうか見てもらえますか？間違いない。この気配、たとえ密封されたかけらであろうと全身がそうけ立つようであるぞ。よかったですね。ようやく取り戻せました。包囲していた連中も思いもよらなかったであろう。我らに逃げられたばかりか証拠品まで奪い返されるとは。あとはフォローを離れさえすれば安全だ。シュエンさん、チンイ、フォローの出口が近い。君たちをそこへ連れて行くよ。先輩、出口は目の前ですよ。二人とも今日のところは見逃してくれるということならこの辺でお別れしよう。安心せい。恩をあだで返せば雷に打たれるというからな。それにプロ騎士は問答無用でヒットライーというのもかねてより公平さに欠けると思っておった。先輩、治安官がそういうこと言っちゃいけないと思いますけど、とにかくパイトン、本日はご協力に感謝します。う。お礼を言うのはこっちもさ。自動輸送車が危ないと小さな手がかりから気づいてくれて、証拠品を守るためとはいえフォローにまで入ってくれたんだ。治安官さんたち、それではまた。次に会う時はお互い一触即発の状況でないことを祈るよ。先輩、パイトンは言ってしまいましたね。私たちも早いところ証拠品を持ち出しましょう。行くとするか。はて、パイトンはこう言っておったな。自動輸送車の危機に手がかりから気づいた。証拠品を守るためとはいえフォローにまで入ってくれた。シュエンよ、今の言葉怪しいところがあったと思わぬか？怪しいところ？ああ、そうですよ。パイトーンが証拠品のすり替えに気づいたのはてっきりフォローで輸送車を監視してたからだと思ってました。でもその場合そこに治安官が来たら命令か何かだと思いますもんね、普通。あの口ぶりからすると私たちがフォローの外でしていたやり取りも知っていたみたいですね。これは意外な収穫。パエトーンは今日
あの講習の場にいたのかもしれんのか。あ、お兄ちゃんだ。今日は暇？一緒にルミナスクエアの治安局まで行かない？どうしてまた治安局なんだい？実は今日ね、シュエンさんとチンイーの2人が元の局に戻る日らしいの。フォローの中だったらお互い会わない方がいいかもね。でもフォローの外ってなったら会いたくても簡単には会えなくなるかもでしょ。2人にはせめてうちの会員になってもらえってことかい？はあ、やれやれだよお兄ちゃん。私への解像度が高すぎて逆につまんないってそれ。私が考えてたのはね、2人に贈り物をしたらどうかなってこと。例えばこの治安官が題材の映画「非常なる任務」のコレクターズエディションなんてどう？いいアイデアだ。なんといってもラストで主人公が上官に逆らって住民を守りに行く映画だからね。お兄ちゃん、2人はもうすぐ出発しちゃうみたいだから私たちも急いで行かないと。先輩、荷物の梱包が終わりました。車に積み始めますよ。シュエンさん、チンイ、はあ、なんとか間に合ったみたい。店長のご両人ではないか。どうしてここへ？自分たちの局に戻ってしまうと聞いたからお別れの挨拶に来たんだ。うん、知り合って長いってわけじゃないけど2人とは忘れられない時間を過ごしたからね。でしょ？だけどシュエンさん、講習の日は壇上でインタビューを受けるはずじゃなかったかい？どうして最後はメガネをかけた治安官さんが？妹は君に質問するのを心から楽しみにしていたんだ。それが顔さえ見られないなんて。ごめんなさい。あの日は急に先輩と厄介な事件の担当になりまして、詳しく教えることはできないんですが、見事解決しましたよ。あなたたちが6分が EMP 事件の重要な手がかりを提供してくれたおかげです。そうだったんだ。解決できてよかったね。せっかくこうして知り合えたわけだし、ビデオ屋から記念品をと思ってね。治安官が主役の映画なんだけど。気持ちはとても嬉しいです。ただ治安局の規定でこうしたものを市民から受け取ることができなくて。ですがランダムプレイの顧客として買い取らせてもらっていいでしょうか？もちろんさ。毎度ありがとうございます。お兄ちゃん、シュエンさんたちは出発の準備があるみたいだし、ここらでおいとましとかない？ついでにこの辺をブラブラして、この間からの悲願になってる美味しいご飯を食べないと。ルミナ分署に臨時派遣されてこんなにたくさんのことが起こるなんて当初は思ってもみませんでした。いかにも。イベントはにぎわい、されど事件はきりなし。証拠品も回収して見じまいと思えば、ほれ惜しいかな。始末書がまた1枚。どうしてまた印を？すみません先輩、電話が。もしもし？珍しいわね。こんな昼間にかけてくるなんて。今日は忙しくないの？ごめん、今しがた我らの卒業アルバムを眺めていてね。なんで急に卒アルなんて。また変な修行でもしているんじゃないでしょうね。ああ、これは写真を頼りに
往年の同輩全員の名を思い出そうという修行だ。時に主演、私に宛てた寄せ書きを覚えているか？あなたが誠の正義を追い求め、都市を覆う邪悪な闇を切る御法の剣となれますように。ちょっと大きな声で読まないでよ。周りに誰かしらいるんでしょ。すまない。だが私はこの一節がどうも気になってな。お前の言う誠の正義と誠でない正義はどう違う？誠のメロンとメロン味の飴のようなものか？どちらもメロンの味がするというものは多い。かたや私の買うメロンは甘かった試しがない。それでも私は誠のメロンを好む。お前が誠の正義を求めるように、メロンとはメロンなのだ。そこに決して偽りはないからな。雅なりに励ましてくれてるのね。ありがとう。で、どうしてハンドにいるあなたが知っているの？私が局から処分を受けたこと。白蟻重工が発見した正体不明の怪物がロッカに回ってきたからだ。私の情報官からも知らせがあった。近々詳しく聞き取りをするため、お前にはうちの窯で足を運んでもらうそうだ。あの証拠品があなたたちのところに？やっぱり何かあったのね。ああ、ここからが本題だ。怪物の残骸に仮面のような人工物の破片があった。そして内部の残留物からは人間の DNA が採取された。あの怪物の身元が分かったと？残念ながら死体が男性のものだということしか分からなかった。都市における全行方不明者および犯罪者の DNA と照合を試みたが、どれとも合致しなかったのでな。都市の外から来た身分登録のない人間という線もあるが、お前はどう見る？犯人はフォローに入ることも厭わず証拠品を奪おうとした。あの死体にはきっと何か秘密があるわ。少なくともその男、全くの無名の輩というわけではないはずよ。同感だ。だが今のところこの謎を解く鍵は見つかっていない。情報ありがとう、みやび。また近いうちに。ああ、それでは。すみません先輩、お待たせしました。今しがたの電話、断片から察するにハンドの方で調べていた証拠品の件、進展があったのであろう。ええ、何やら重要そうな発見があったとか。その一方で不可解な謎も増えてはいますが、とりあえず乗りましょう先輩。詳しい話は道中で。行くとするか。久しぶりね、パールマンさん。弁護士か？遅すぎるぞ。そっちが希望した面会だろうが、どれだけ待ったと思ってる？待て、どうしてお前があんな大それたことをしておいて、よくもぬけぬけと顔を出せたな、サラ。それは違うわ、パールマンさん。爆破エリアを住民ごと吹き飛ばすのはあなたのアイデア。それにあなたの技術顧問兼秘書のサラなんて人間は初めから存在しないの。そう歯を食いしばらないで。私は今日ここへ真面目な相談をしに来たの。法廷では率先して全ての罪を認めてちょうだい。檻の中でも最高の待遇を受けられるよう私たちが計らうわ。最初に私のところへ来て爆破計画をそそのかしたのはお前とその背後にいるやつではないか。それをよりにもよって私一人に罪を着せるつもりか？実に打算的なことだな。聞いたぞ。白蟻重工がフォローの広場で怪物を見つけたと。回収した残骸も盗まれかけたそうだな。実際私は以前から疑問に思っていた。あの広場に地下鉄なんぞ通っていないのに
お前の計画書には調査と爆破の手配があった。お前らの本当の目的はあれの回収だったんだろう。私が法廷でこのことを喋ったらどうなると思う？パールマンさん、そんな根拠のない妄想にハンジが耳を傾けるとでも？妄想だと？ならはっきり言ってやろう。私が握っていると言ったらどうする？貴様とその背後にいるやつがビジョンの爆破未遂に1枚噛んでいたと証明できる？絶対的な証拠。パールマンの話聞いてたかしら？しつこい男は嫌いだけど、彼の切り札は本物と言わざるを得ないわ。楽しんでいるような口ぶりだな。まさか。私は真剣に私たちの協力関係を心配してるの。で、これからどうするつもり？彼のお願いを聞いてあげるの？対処法を考える。話ですって。早く紹介してちょうだい。柱は誰にも止められない。いらっしゃい。儲け話ですって。
早く紹介してちょうだい。儲け話ですって。早く紹介してちょうだい。いらっしゃい。よろしくねプロ騎士。都市秩序部捜査官班長シュエンスタンバイ。戦いだけじゃなく会計業務も任せろ。大逆？私がもてなしますわ。よろしくねプロ騎士。弾の節約よ。リロード。受けてみなさい。動くなよ。了解。逃げようったって無駄よ。見てなさい。ただいま。すぐに痛くなくなりました。受けてみなさい。
近づいそうまで響かせてやれベン、一緒に行くぞ。俺を見ろ。不意打ちだ。するだろ。マオ、こっちだ。これはどうだ。やれ。えい。粛清する。深部掘削。ターゲット確認。耐える。叩き潰す。わかった。指示に従うわ。現場をうろうろするな。ここは現場だ。立ち入り厳禁。ここだ。叩き潰す。
止まりなさい。飽和攻撃。止まりなさい。スタンバイ。避けて。ボスの出番ね。隙だらけよ。ラジャー。どこかに行って。了解。あなたを逮捕する。ターゲット確認。オッケ配置につきました。武装解除。注意。来ます。ー、来たわよ。援護射撃。たっぷり遊んであげる。了解。直ちに抵抗を中止せよ。まとめてやるわよ。チャンス。準備完了。何かよ。あたしは高くつくわよ。ジャトヤにかかれば万事解決。あらプロ騎士さん、ごきげんようですわ。何のご用で。今度は重労働か。手伝おうか。番号148。主演。準備完了。何かお困りですか？